こんにちは、ノンサヤです。ドローンの設計第3回目。本日は前回のモーターアームの続きと設計に便利な部品モデルのダウンロードサイトの紹介をいたします。では始めましょう。まずはフィレットコマンドを選択し、ここのエッジとここのエッジを選択します。出てきた矢印を移動させながら形状を変え、ここでは 22mm としています。これぐらいでいいでしょう。次に新規スケッチを作成し、モーターアームの上面をクリック。その後、作成、プロジェクトでモーターアームをクリックし、スケッチにモデルをキャプチャーします。まず、新規スケッチを作成し、ここに中心線を描きます。モーターアームの外形線より線を引き出し、尖らせたいところまで線を伸ばします。次に接線高速コマンドで円と直線を接線で高速していきます。この線は接線で高速されていますので、このように円弧上を移動するようになります。トリムコマンドでいらない線をカット。ミラーコマンドでミラー化していきます。次にここでスケッチを終了し、立体化したいところを押し出しコマンドで押し出していきます。結合になっていることを忘れないでください。フィレットコマンドでこのエッジを選択し、この角を丸くしていきます。この部分に穴を開けていきます。まずは新規スケッチを選択、モーターアームの上面をクリック、プロジェクトでプロジェクトをスケッチにキャプチャーします。モーターアームの外形線をオフセットコマンドで 2.5mm オフセットさせた線を描きます。同じようにモーターの取り付け穴の線も 2.5mm オフセットさせましょう。次にこの部分に穴を開けていきます。作成円3点指定の円を選択し、ここの点とここの点を選択、円を描いていきます。いらない線をトリムコマンドでカットします。フィレットコマンドでこの線とこの線をつなげていきます。ここでスケッチを終了し、押し出しコマンドでこの穴を選択、切り抜いていきます。次にこの部分を削り取ります。まずは同じように新規スケッチ、モーターアームの上面をクリック、作成、プロジェクトを押し、モデルをクリック、キャプチャーします。ここでまず中心線を描きます。次にオフセットコマンドでモーター取り付け穴を 3mm オフセットします。
同じようにこちらも 3mm オフセットします。トリムコマンドでいらない線を削除していきます。作成円弧2点指定の円弧を選択し、この点とこの点を選択。これぐらいでいいでしょう。円弧を描いていきます。トリムコマンドでいらない線を削除します。次にミラーコマンドで今描いた線をミラー化していきます。これスケッチを終了し、押し出しコマンドでこの部分とこの部分を切り取ります。次にフィレットコマンドでこのエッジとこのエッジ、さらにこのエッジとこのエッジを選択し、矢印を移動させながら形状を変化させていきます。これぐらいでいいでしょう。これでモーターアームの作成は終了です。出来上がったモーターアームを4本にします。まず原点が見えるようにします。ミラーコマンドを選択し、パターンタイプをボディに、対象面に XZ 平面を選択します。同じようにミラーコマンドでさらにミラー化していきます。これでドローンの大体の形が分かるようになってきました。次に3次元設計で役に立つサイトを一つ紹介します。GrabCAD と言いまして GRABCAD と言います。サイトに行くとまずレジストレーションしてくださいと言われますので、レジストしてください。もちろん無料になります。レジストした後ログイン、ユーザーネームとパスワードを打ち込んでサインインします。まず最初にライブラリーを見てみましょう。左上にあるのこれ CBR600 のエンジンですね。これだけ精巧なモデルデータがあるのは多分このサイトぐらいです。STEP-IGS のモデルデータがありますので Fusion でも読み込みます。3D ビューアーもあるので見てみましょう。これだけ精巧なデータですと 3D プリンター、例えば光造形なのでプリントアウトしたら相当綺麗なデータが作成できると思います。次に戻りましてライブラリーでまず FPV とサーチしましょう。これが FPV 関連のモデルデータです。これなんかは DJI のユニットですね。これも CADX なんですかね。ずっといきますと、これなんかランカムのマイクロイーグル。これ結構使えそうですね、これは。で戻りまして FPV スペース FC と打ち込みます。そうすると FC 関連のデータが出てきますので、今回はこのフィリウスフォルテニ F4 これを使いたいと思います。3D ビューアーで見てみますと、先ほどのデータよりはだいぶ簡単なデータですが、作る分にはこんなもので十分です。
モデルデータは STEPIGS SolidWorks ですので、これも Fusion で使えるデータがあります。これダウンロードをしてください。ZIP ファイルを解凍し、適当なフォルダを作成し、そこに解凍します。これで Fusion の方に戻りまして、データパネルを開き、アップロードボタンを押します。ファイルを選択、STEP ファイルを選択します。アップロードボタンを押すと、アップロードが始まり、しばらくすると完了します。データパネルを見ると、一番上に FC フォルティニ F4 と出ていますので、これをこちらにドラッグ。そうすると出てきますので、矢印をクリックし移動させます。適当な位置まで移動させておいて OK ボタンを押しておきます。お疲れ様でした。本日はこれで終了とさせてもらいます。次回はさらにグラブキャドからプロペラ、モーターなどをダウンロードし、このモーターアームに取り付けていきます。最後にチャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。では。